あれはやっぱりこう食べてて嫌なんで、まあ全部剥くかっていう話にね。これが地元の小麦。ラーメンの最大のライバルはお米だと思ってるんですよ、僕は。まあ、一つ一つのパーツをどこまで突き詰めていけるのかっていうのがね、結局全体的なこのレベルアップになると思うんで。ソーダとごまサバ。ごまサバ。サバのでコクと甘み。甘み。うん、サバはね割と甘みが出るんですよ。色が濃いやつがいいやつなんですよ。はい。なんか色すごいですね。こう白っぽいやつってね、やっぱね、油が多くて味が良くない。こういう色の濃いやつ。食ってうまいのはいいんだし。確かにですね。鶏ガラともみじでベースのスープをひいて、そこにソーダとサバの枯れ節で味に深みを出すというスープですね。鶏に関してはベースなんで単純な旨味が引ければいいと思ってるんで、若鶏のブロイラーをたくさん入れてやってます。まあ地鶏はねあるはあるんだけど、そこまでしなくても鳥はいいかなとうちでは思ってます。その分節系に一番いい素材をぶち込んで深みを出す追いがつお的な形で入れてるんで、まあ、鶏の上にかぶせてるんで、鶏はあそこまでベースなんで、鶏は土台みたいな感じです。まあ皆さんラーメン屋さんいろいろなものを混ぜて美味しいスープを作ると思うんですけど、うちの場合はお醤油味噌が主役だと思ってるんで、お醤油もそのまま返しは作らないで入れてます。なんでお醤油が引き立つスープなんで、よりシンプルなスープをね心がけて作ってます。あ、ここの醤油だなーって、醤油が分かってもらえるのがいいかなって。あ、この味噌はちゃんとした味噌を使ってんだなっていうのが分かるような割とシンプルなスープがいいなと思ってます。醤油は松本の大久保醸造さんの甘露醤油。お味噌は
地元の麹らずという大豆を生産者から直接仕入れて、それは基礎の小池麹店さんと、あと地元の山部麹店さんにそれぞれ別にこう仕込み味噌でお願いして作ってもらって、それをブレンドして、大豆は元は同じ大豆、生産者が使った大豆をうちでみんな用意してる。もう今では本当に貴重な味噌玉製法っていう味噌の玉を作って、その上にこう麹のカビをふかして作るっていうのを基礎の小池麹店さんがやってて、もうそれもめちゃめちゃ今やってるところなくて貴重な味噌ですね。それ2年熟成味噌と、あと上田の山部麹店さんっていうところはもう薪でお湯を沸かして豆を茹でたり麹を作ったりっていう、そういうマニアックな味噌屋さんなんですけど、もうそこも本当手作り味噌でやってもらってるんで、もう天然記念物みたいな味噌です。生産者さんなり店屋さんの作った味噌をそのまま僕がこう伝えられればな、それで十分だなって、いろいろいじらないですごま油でごまごまで仕上げです。美しきはい、失礼します。行ったことない。すごいですね。どうしようかな。ひしお醤油ってあれはお醤油を絞った後に出る醤油かす、あれを使って作ってるんですけど、あれ一旦もう一回醤油で戻して裏ごし取ってやって、綺麗な状態にして味噌のようにして調味料としてね使ってるんですけど、やっぱ美味しいお醤油の醤油かすは美味しいですよね。酒かすとかみりんかすとかいろいろありますけど、やっぱ美味しい醤油の醤油かすはうまいと、使わないではないだろうという生姜それこそ薬味ですよね。はい。それでは奥の右側のテーブル席ですね。どうぞ。
ちのメンマは乾燥短冊を戻して、カットしてでそれから皮を剥いてるんですよね。やっぱメンマはこうラーメンの一杯の中での役割っていうのは食感のアクセント、やっぱりちょっと固めに戻してるんで、固めに戻してても筋がねどうしても残っちゃう場合があるんですよね。あれはやっぱりこう食べてて嫌なんで、全部剥くかっていう話にね一部なんですけどね、それを見逃すと結局全部やるかっていう話になっちゃうんで、全部剥いてます。うちやっぱりもうメンマも一品料理としてね食べてそういった時にあれってなると残念なんで、もう一品料理としてメンマを通用するように仕上げてます。一つ一つメンマにしてもチャーシューにしても、そういうものの小松菜です。一つ一つのパーツをどこまで突き詰めていけるのかっていうのがね、結局全体的なこのレベルアップになると思うんで、やっぱメンマもどこまでいけるんだろうと思ったらやっぱ無理かなってことですね。一つでもなんか残念だなって思われちゃったらそこでねもったいないことになっちゃうんで、他の人たちに迷惑がかかるってうちのチャーシューは燻製なんですよ。本当の1週間塩漬けにして塩抜きして温燻かけてるんですけど、なんでそんな面倒くせえことをするかっていうと、やっぱり肉を一番美味しく食べるにはどうすればいいかっていうことを突き詰めていくと、選択と集中なんですよね。いい部分だけをちゃんとカットしてやって旨味を集中させる。肉の水分を取りながら旨味を集中させる。でさらに熟成させることで旨味が増す。なんでうちのチャーシューはだから塩漬けで1週間火入れて、そこから2週間熟成かけてそこから切り出すのが一番ベストだと。へ2週間ぐらい熟成かけてやるとやっぱ旨味がね増してくるんですよね。でやっぱギリギリの火入れで完全に火入れてちゃうと旨味成分っていうのは熟成されないんで、生ハムとハムの間ぐらいな感じのとこで火入れをしてやって2週間置いてやる。で提供直前にスライスして軽くこう油で温めてやって出してる。そうすることで肉の旨味が最大限に出るんじゃないかな。そうですね。1週間つけて2週間寝かせて、食べれるの3週間3週間後、それがちょうどいいですね。それがお客さんに伝わればいいんですけどね。これもう本当見てもハムみたいとかって言われちゃうと、ハムなんだよみたいな。なるほど、そう胚芽がついてるんですよ、胚芽。あれを落とさないようにゆっくりゆっくり削ってやるっていう作業。胚芽は胚芽を取らないよ強くかけちゃうとみんな取れちゃう。一般に売ってる白米ってみんなついてないじゃないですね。綺麗な感じだけど、あれだと本当のお米の美味しさが出ない。三分抜き。若干白くなりました。もう一回。これは2回やったかげ。はい。で、これあともう1回。3回でなかなか白米、きれいになったでしょ。があるんで。ちょっと茶色っぽくなった時はね、はいはい。これを残すために3回かけてするようにしてる。
ラーメンの最大のライバルははいお米だと思ってるんですよ、僕は。ご飯。このスープ飯食いてえなっていうスープは、はい、いいスーなるほどプ。もう大体ね、スープはおかずなんですよね。はい、大体ライス、いいお店行けば、ラーメンライス頼んで、はい、スープでご飯食べる。軽く流したいんで。小麦とか一緒に買ってる農家さんから毎週玄米でもらってて、お米も小麦と一緒で胚芽の部分が美味しいとこだと思うんですよ。今皆さん食べてる白米っていうのは胚芽がついてない普通の白米なんですけど、甘みとか旨みはやっぱり胚芽部分にあるんですよね。いかに部分を残して精米してやるかっていうのを考えると、ゆっくりゆっくりゆっくり少しずつ3回に分けてやってやらないと削れて取れちゃうんで、部分がそういう工程がないと胚芽米っていうのはちょっとできないんですよね。ご家庭でやるのは大変だと思いますけどね。外食する時ぐらいああいうちょっと変わったいい米を食べてみてもいいんじゃないかなと。やっぱ精米は優しくゆっくりっていうのは基本なんですよね。なんかダイヤルであれ圧かけれるんですけどね、ゆっくり圧がかからないように何回かにかけてこう回し込んで精米してやるっていう。なんか三分好きですか？三分好きを3回。三分好きを3回がもう機械でやる一番ベストな。今んとこ僕の中でそれがベストですね。それの延長線上にやっぱ小麦も胚芽をちゃんとひいてやると美味しくなるっていうね。だからね、麺のライバルはお米だと思ってるんで、ライバルはお米にも手は抜かないという。